ひっくり返して、周りはねもういい感じにしこり OK って感じですね。さてどうも、今回はですね厨房からお届けします。今回はですねステーキですね。スーパーの材料で全部揃う内容でやっていこうと思います。それで材料はズバリ5つです。途中増えたらすいません。簡単でね、フランス料理のテクニックとかもちょっと入ってるような、美味しいソースを紹介していこうと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。材料は、牛肉とあとトマト、ニンニクで、ローズマリーです。白ワインもちょっとだけ使いますね。で、牛肉はですねこうスーパー行くじゃないですか。で、このラベルのところにこの、ステーキチョイスって書いてあるんですよね。これグレードなんですけど、これがねたまにね書いてある時があるんですよ。アメリカの牛で大きく分けると3段階あるんですよ。セレクト、チョイス、プライムと。真ん中なんですけど、レストランとかでね結構使うんですよ。レストラン、ビストロ、そういった洋食業態とかだから、セレクトよりワンランク上なんで当然美味しいんですよ、お肉として。だからスーパーでねもし見かけたらぜひちょっと試してみてください。はい、じゃあまずトマトですね。で一回湯むきしていきます。このままでもいいんですけどね、僕はやっぱ結構こうきっかけをね薄く切れ込み入れるのがこう好きなんで、でねこうピッと切れ込みがね出るんで、そしたらこれすぐに氷水、できれば水に浸かってる時間っていうのは短い方がいいんで、もうさっと熱が取れたらすぐ引き上げます。やっぱね水っぽくなっちゃうんですよね。トマトのうまみもねこんなの全部逃げてっちゃったら困るんで。はい、で、薄皮これも外して、そうですね、3等分ぐらいですかね、横に。で、これも四角くカットしていきます。種も一緒にこれ使っちゃいますね、このレシピは。この、ね、トマトはソースになるんで、なるべくね細かくカットして、小さすぎなくていいんですけど、火がね入りやすいように崩れやすくします。で、ニンニクも2かけぐらいですね使います。ちょっとねニンニクの香り出やすいように潰しておきますね。これぐらいが、これめっちゃいい、ちょうどいい。で、牛も焼いていきましょうか。で、両面に塩。じゃあまずはニンニクの香る、この焼き油を作っておきます。ローズマリーもね結構、牛肉と相性いいんで加えておきましょうか。ローズマリーはもう香りが出てきて、かなりね、この色もね葉っぱの色も茶色くなったので一旦外しましょう。でニンニクは火がね入ってるからちゃんとこうやって押して潰れ具合で確認してください。いい感じに火入ってきてるので外しちゃいます。でこうやって、フライパンをねずらしながら焼き色をまんべんなくつけていった方がいいです。で、ひっくり返して、周りはねもういい感じに焼き色ついてきましたね。でちょっと最後にもう一回さっとはい、じゃあ引き上げます。で焼いた肉は冷めないようにアルミホイルとか、ラップでもいいですけど、で、このね上でちょっと休ませておきます。ストーブ周りでこの一帯ってね熱いんですよ。熱いというかなんだろう、あったかいというかね。なんで余熱を利用する時の環境の温度としてはすごくいいんですよ。だから焼いたお肉を一旦ここで休ませて、でまた一定時間休ませたらフライパンでもう一回火入れしてって、大きいお肉とかはそうなんですけど、そういうやり方をねやっぱやっていくんですよね。で細かく言うとね長くなっちゃうんですけど、この中でもさらに温度が違うんですよ。例えばなんですけど、こことこっちでも温度が違うんですよ。やっぱこっちの方が熱源があんまりちょっと弱くなってくるんでちょっとぬるい、こっちはあったかいとか、それで休ませる位置を変えて
火入れのコントロールをしたりします。結構ねお肉焼くのって奥が深いですね。はい、なんでちょっとねこんな合間で説明するようなことじゃないんでね、そういったねなんかお話も何かでできたらと思います。でこのねフライパンには肉のうまみも、ニンニクの香りもね移ってるんで、なるべく洗わないでそのまま次の調理につなげていきます。で、さっきのニンニクですね、これ戻しちゃいます。これはねソースに使うんでちょっとね潰してソースに馴染みやすくしておきましょうか。でトマトこの後入るんで、トマトが入っても脂っこくなりすぎないぐらいのちょうどいいオイル。ニンニクのね芯の方もしっかりと、香りが出てきたんで、白ワインちょっと入れます。この白ワインをねしっかりと水分飛ばして、そしたらトマトですね。で、ひと塩します。やっぱねポイントはトマトの水分をねしっかりと煮詰めるっていうことですね。でこのねお肉のエキスがね出てるんですよ。このお肉のうまみ、これを捨てないでしっかりとソースに加えます。これでね味をもう一切逃がさない。これ加えるとねまたねソースがねめちゃめちゃうまくなるんですよね。一気に味見ましょうか。で、最後ちょっとねオリーブオイル香り付けで、もし、冷めちゃったっていう方いたら、この中でね軽く、両面30秒ずつぐらいですかね温めて引き上げてっていう感じで、今回はあったかいんでもうこのまま引き上げていきますね。お肉はカットしていきましょうか。仕上げに少し黒胡椒で、このね筋でつながってる部分あるんで、気になる方はね外してください。火入れはねバチコリ OK って感じですね。めっちゃいい。これはもうこれだよ。これ盛り付けていきますか。はい、うわうまそう。黒胡椒、色味でイタリアンパセリとかちぎってもいいですね。板パセはいいっすよね。味のバランスもいいし。今回もちょっとお店のスタッフに食べてもらおうと思います。ちょうど近くを歩いてたソムリエに食べてもらおうと思います。すいません。お疲れ様です。忙しいでもすいません。いいとんでもないです。いいですか？いや、逆にいいんですか？もう美味しそうですね。もう逆にいいですよ。逆に。はい、豚肩ロースのステーキと、はい、トマトのソースで、家で簡単にできるような、はい、ちょっとレシピで仕立てたんでお願いします。いただきます。めっちゃ前入ってくるじゃないですか。どうですか？うまいですか？美味しいです。お肉がすごい柔らかくて香ばしくて、この肉うまいですよね。美味しいですね。なんかスーパーのお肉なんですよこれ。はい。めっちゃうまくないですか？美味しいです。なんかこうニンニクの香ばしさのこのトマトソースとすごいマッチしてます。利用されてます。いや本当に美味しいです。でも分かってもらいました。なんかニンニクの香ばしさ。はい。そうです。全部食べちゃっていい。もう全部言ってください。ワイン何が合います？ローヌ地方の少しスパイスのある赤ワインとかも合いそうですね。はい、思いましたね。はい。あとはトマトなんでプロバンスの赤でもいいかな。ロゼワインとか。はい。最高っすね。ありがとうございます。すみません、忙しい。ありがとうございます。全部食べてないですね。はい、ということで、牛肉のステーキとあとトマトのソースでした。どうでしたか？結構ね簡単だったと思うんですよね。本当にスーパーにある食材、それに全体でね、5つぐらいしか使ってないんでさっと作れて再現性もあると思うので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。